Hi everyone. Migrating the infrastructure of an already live game is challenging to say the least. In 2021, Bandai Namco Online migrated several gaming titles to Google Cloud. In this session, Bandai Namco Online speaks about their experience of migration from other public cloud to Google Cloud. They'll talk about reasoning and benefit, how they did it successfully, and key lessons for others. My name is Yuti, customer engineer for gaming from Google Cloud, working with Bandai Namco group companies. Today, I'm with Tatsuya, who is an engineer from Bandai Namco Online. We will provide this session in Japanese. Tatsuya-san, over to you. Hi, I'm Tatsuya, IT infrastructure engineer in Bandai Namco Online. Nice to meet you. We started to consider this migration from 2020. Let me share our experience, benefits, and challenges. はい、こちらからは日本語で失礼します。本日のアジェンダはこのようになっています。まずは会社紹介についてお話しいたします。次に、マイグレーションの概要についてお話しします。そして、マイグレーションで得られたものについてご紹介いたします。まず簡単に会社紹介をさせてください。バンダイナムコオンラインについての簡単なご紹介です。バンダイナムコオンラインは、日本初オンラインゲームを世界へというスローガンを掲げています。バンダイナムコグループの中でもオンラインゲームに特化している会社です。開発、運営からパブリッシングまで一貫して手掛けています。スマートフォン向けゲーム、アイドリッシュ7や PC オンラインゲーム、ガンダムオンラインなど様々なコンテンツ、サービスを展開しています。さらに、オンラインアクション RPG ブループロトコルやチーム対戦 FPS、ガンダムエボリューションなど次世代フラグシップタイトルの開発にも注力しています。今後も世界へインパクトを与える日本初のオンラインゲームとオリジナル IP の創出にチャレンジし続ける会社です。次に、マイグレーションの概要についてお話しします。複数のタイトルを移行したため、マイグレーションのタイムラインをこちらに記載しています。また、タイトル名の公開は控えさせていただきますが、プロジェクト A から E というふうに表現しています。一つ一つの細かくのご紹介はしませんが、全体を通じて、どのプロジェクトも DB のデータ移行に気を使いました。GCE など DB 以外は大きな問題はなく移行できたと改めて感じています。基本的には構成をほぼ変えず、リフト&シフトで移行しています。この中でも特に印象深いプロジェクトをいくつかピックアップしてお話しします。まず、2021年7月にはプロジェクト B、プロジェクト C をマイグレーションしました。こちらとこちらですね。こちらのプロジェクト B については、DMS のバグが見つかり、データの移行に苦戦した印象があります。想定外のところでつまずきましたが、最終的には DMS のバグフィックスにより移行が完了できました。DMS でのデータ移行以外は比較的問題がなかったなという印象です。また、同時期に行ったプロジェクト C では、クラウド SQL は使用せず、DB も含めてすべて GCE で構築して移行しました。クラウド SQL を使用しなかったのは、まずは同じ構成で移行して、影響を最小限に抑えたかったためです。当時、クラウド SQL の同時移行も検討はしていましたが、結果的にそのまま移行して正解だったなと感じています。2021年11月には、プロジェクト D についてもマイグレーションしました。こちらは MariaDB から MySQL の移行及び、クラウド SQL へのチューニングに大変苦戦したことが印象深いです。クラウド SQL のフラグが制限されていたため、不可視検時に移行元と同等のパフォーマンスがなかなか出せず、タム経由で例外的に設定変更してもらい解決しました。以上がマイグレーションのタイムラインの概要となります。次にアーキテクチャについてご説明いたします。こちらは簡単ですが、いくつかのタイトルで採用しているアーキテクチャの概要図になります。タイトルによってデータベースをクラウド SQL か GCE にインストールして使っているかは異なりますが、基本的にシンプルな3階層のアーキテクチャになります。タイトルごとにプロド、ステージング、デブの Google クラウドのプロジェクトを作成し、
環境を分けているのも GCP のお作法通りです。特に気に入っているプロダクトとしては、クラウドロギングとモニタリングです。この2つを利用すれば、監視を手軽に始められるなぁと感じています。特にクラウドロギングでは、ログ集計クエリの共有が手軽に行えるのでよく使っています。藤見さん、ありがとうございます。それではですね、ここからインタビュー形式で、マイグレーションの経験をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速、担当直入にお伺いしてしまうんですけれども、Google クラウドへのマイグレーションの決め手について、教えていただければと思います。はい、そうですね。マイグレーションの主なきっかけは、運用も含めたコストの削減になります。中長期的に見ると、基盤の移行コストを上回るコストの削減の効果を期待できるため、こちらのマイグレーションのリスクを許容して、マイグレーションの実施を決めました。ありがとうございます。運用も含めたコストの削減というのが一番の理由ということですね。それではコスト以外で Google クラウドに対する期待などがありましたら、ぜひ教えていただけないでしょうか。はい。GCP へ、マイグレーション前に期待していたこととしては大きく4つです。1つ目が DMS サービスを利用した円滑かつ手軽なデータ移行です。2つ目が安定したインフラ基盤による安定したサービス運用です。で3つ目、リーズナブルな学習コストになります。4つ目が使いやすい UI を期待しています。なるほどですね。とはいえ、マイグレーションにはリスクもあると思うんですけれども、そのマイグレーションに対する懸念点であったりとか、マイグレーション時に気をつけたことなどがあれば、ぜひ教えてください。はい。実施前の懸念点としては大きく2つです。1つ目が、まず、欠損なくデータを移行できるかでした。2つ目が、レスポンスを低下させずに移行できるかでした。1つ目の、欠損なくデータを移行できるかについては、DMS の利用も含むいくつかの方法で、無事に欠損なく移行することができました。2つ目のレスポンス低下をさせずに移行できるかについては、移行前の負荷試験でしたり、QA チェックを念入りに実施し、レスポンスの低下の懸念がないことを確認した上で移行を実施しました。Google クラウドのネットワークの速さは、以前から他社事例でも聞いたことがあったので、そこはあまり懸念しておりませんでした。こちら、御社としては初めての Google クラウドの利用になると思うんですけれども、スムーズに利用を開始できた秘訣などがあれば、ぜひ教えてください。はい、そうですね。タイトルごとにそのフォルダ分けでしたり、環境、デブ、ステージング、プロジェクトごと分けたりすることで、IAM の管理と権限分離を設計しました。で特にこちらの IAM の設計時には、ユッティさんにかなりご相談に乗っていただき、スムーズにできたんじゃないのかなと思っています。確かに、たくさんご相談いただきました。エンタープライズ企業のベストプラクティスという、公式ドキュメントをベースにですね、設計されていたなというのをよく覚えております。今まで、4タイトルをマイグレーションしてきて、さらにここから1タイトル移行される予定とのことなんですけれども、マイグレーションの前後を比較して期待通りに実現できた部分っていうのはどこだったんでしょうか？はい。まずコストについてです。まずコストについては、下がったと考えています。ただし、中長期的な視点で見る必要があり、スペックや構成の見直しを定期的に実施するなど、ちょっと様子見が必要かなとも考えています。このあたりは、今後、コスト最適化を提案してくれるレコメンダー機能を活用して、インスタンスタイプの変更を行うなどしたいなと考えています。移行後、想定していたよりもインフラ起因のトラブルは少なく、安定したプロジェクト運用ができていると感じています。特に GCE については、ライブマイグレーション機能のおかげで、パッチ適用に伴うインスタンスの再起動を意識する必要がないことは、特に本当に大きなメリットだと感じています。また、ロードバランサーのウォームアップが不要なことも大きなメリットと感じています。年末年始などのアクセス増にも特に意識することなく乗り切ることができました。メリットを感じていただけたようで安心いたしました。その一方で、ご期待に添えなかった部分などはございますでしょうか？はい。DMS がリア DB をカバーしていなかったことです。想定より移行に要する時間とコストが
かかってしまいました。また、クラウド SQL で設定可能なフラグの制限がちょっと多かったことも残念でした。最終的に、タムのサポートによって解決はできましたが、こちらの制限が多かったのはちょっと残念といえば残念でした。その他一部のプロジェクトでは、クラウド SQL のレプリケーションのラグの範囲がプロジェクトの要件とマッチしなかったことです。こちらもタムやスペシャリストの方々にもご相談しましたが、要件を満たせず、参照更新不可分散を諦めるなど、一部構成変更せざるを得ませんでした。それではですね、今後の Google クラウドに対して、改善してほしいポイントというところがあれば、ぜひこの場で教えていただけますでしょうか。はい。改善していただきたいポイントなんですが、先ほどもお伝えしましたが、DMS のサポート範囲、クラウド SQL の製品範囲を広げてほしいなと感じています。特に、クラウド SQL の一部の性能に直結するフラグ設定変更が、サポート経由でしか実施できないため、コンソールから直接変更できるようにしてほしいなと感じています。また、HTTPS ロードバランサーのポートを80番、443番以外でも利用できるようにしてほしいと感じています。ちなみに、クラウド SQL のフラグっていうのは、具体的にどのフラグになりますでしょうか。はい。MySQL のパラメータになるんですが、MySQL の InnoDB フラッシュログ at transaction commit などです。ありがとうございます。こちらはですね、担当チームに、私の方からも、フィードバックしておりますので、今後に期待していただければと思います。では最後にですね、Google クラウドに期待しているポイントについても教えてください。はい。GCE のアプリケーションデプロイの利便性向上を期待しています。特にオートスケーリング時に最新バージョンのアプリケーションを既存のインスタンスでデプロイできるようになれば、さらに運用コストを減らせると感じています。改善ポイントの裏返しにはなるのですが、クラウド SQL のフラグの範囲の拡大の早期リリースを期待しています。また、モニタリングメトリックスの永続化や、モニタリングダッシュボード、アラートを別のプロジェクトへ複製といったことが手軽にできるようになると嬉しいです。多くの質問に回答いただきありがとうございます。またですね、メリットであった部分であったりとか、期待に満たなかった部分も、ざっくばらんに、お話しいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。で最後になるんですけれども、マイグレーションに関して、小泉様の方から、まとめをご紹介いただきたいと思います。はい。まとめになります。やはりリフト&シフトでマイグレーションを始めて正解でした。これからマイグレーションを考えられる方は、最初から無理にモダナイズせずにリフト&シフトを最初に検討された方が良いかと思います。その中でマネージドにできる部分を変えていくでもいいと思っています。今回振り返ってみて、運用コストの削減ができて大変良かったです。特にライブマイグレーションにより運用が楽になったこと、ロードバランサーのウォームアップが不要なため、アクセスの急増にも耐えられたこと、これらは大きなメリットだと感じています。今後期待しているポイントですが、まず DMS のサポートとクラウド SQL の製品範囲の拡大を期待しています。これにより移行できる範囲がぐっと広がると考えています。また GCE を自動スケーリングするときに最新のアプリケーションを適用し、既存のマシンに最新のアプリケーションを展開することができれば、さらに良いなと期待しています。以上となります。ご清聴ありがとうございました。